皆さんごきげんよう、上川薫です。今回は生放送で、国内の政治情勢についてのお話をしようと思います。これまでは動画を主体とした活動だったわけですが、これからは生放送も、それも短い時間の生放送もある程度織り交ぜることによって、動画だけではない活動を行っていこうと思います。先日このチャンネルの収益情報についてのお話をしたのですが、その時にいくらかこのチャンネルの運営にも改善しなければならないという思いもあって、こうした活動を始めることとしました。日本政治についてあんまり興味がないという人はさほど多くはないでしょう。ほとんどの人にとってはむしろ国際情勢の話をされるよりも国内の様々なニュースがあるんだから、そちらの方ももうちょっと扱ってほしいという方も多いかと思います。というわけで今回のお話としては、まずは東京都知事選において小池都知事と、そして今話題になっているのが蓮舫氏です。蓮舫氏について公職選挙法違反ではないかという、そういった疑惑が出ています。まだ警察沙汰になっているわけではないので、そう断言することは今のところできないのですが、この話題についてちょっと触れていきましょう。また、ここ最近では、靖国神社の石柱にいたずら書きをして、そして放尿したのではないかというような中国人の男性がいます。この人物が中国に帰国しており、テレビインタビューなどを受けています。現在のところ日本政府はこれに対して遺憾の意に相当するような懸念を伝えるだけになっています。ではどのような対策をすればよいのかについての少し解説も行っていきましょう。というわけで、この動画というよりこの生放送においてはそれほど長い時間お話をするのではなく、論点を絞って少しお話をするぐらいのものだと思ってください。長いわけではありませんから気軽に楽しんでいってください。また皆さんからのチャットについてもある程度反応するので、その反応によっては少し長い話になるかもしれません。それでは今日のお話を始めていきましょう。まずは最初に、靖国神社についてのお話をするか、それとも、蓮舫氏についてのお話をするか、この2つにちょっと絞っていきましょう。で、蓮舫氏なんですけれども、今 X でちょっと注目ワードに上がっていました。公職選挙法違反で検索をかけると、ものの見事に蓮舫氏の顔がバババババババッと並んでいて、これの原因となっているのが、今、東京都知事選挙に向けて立候補予定者というものが様々活動を始めているところです。ただし、まだ選挙が始まったわけではないので、どのような活動を行うかについては、ある程度規制がかけられている状態です。ところがですね、今やっちゃいけないことに該当することを蓮舫氏がやっているのではないかという疑惑がかけられています。一見するともう完全に違反なんじゃないかなと思われるような話なので、ちょっとここは注目すべきでしょう。では一体何をしてはいけないかというと、まだ選挙が始まっていない段階でのもう選挙活動を実施したのではないかというところです。例えば、様々なところで講演や演説などを行う政治活動については別にいつでもやってもいいんですけれども、選挙を前にしてはその直前において、私がこの選挙に出て、そしてどのようなことを行って、そして私にぜひとも投票してくださいといったような、皆さんからのもう選挙活動を中心にしたお話ですよということを行うと、これが事前活動に当たるというわけです。そういった懸念もあって、いやいやもう蓮舫氏の演説は完全に事前活動でしょうという具合にしてツッコミを入れられています。話題のツイートというので探ってみると、七夕に予定されている東京都知事選挙に蓮舫は挑戦しますという言葉や、皆さんのご支援どうかよろしくお願いします。みんなで蓮舫さんを勝たせましょうという、これは枝野さんの言葉なんですけれども、これらの話というのが選挙の事前運動、公職選挙法違反に思えるのですが、というような
ツッコミが入っています。で、こちらの方は視聴回数というか、インプレッションが354万と、たくさんの人たちに見られている。引用リツイート、リポストも5786。で、似たような話として、みんなこれが公職選挙違反でしょうといった具合にして突っ込み入れているのが、次から次と上がってくるという形になっています。で、私もこれ見て、いや、ツッコミそのまんまの通り、これ公職選挙法違反なんじゃないのって、私は思いました。皆さんはどう思われるでしょう。ツッコミとしてはすごく妥当な話なんじゃないかなって思うんですけどね。おっと。という具合にして、ちょっと今日のお話のスタートです。で、チャットの方の皆さんのコメント拾っておきましょう。ソンキョウさん、ライブ久しぶりですということなので、短い時間の予定ですが、ぜひとも楽しんでいってください。カナムさん、こんばんは。ソンチューダンさん、こんばんは。小峰翔子さん、こんばんは。倉島俊さん、こんばんは。ともさん、こんばんは。兵庫加古さん、こんばんは。川口茂美さん、こんばんは。よろしくお願いします。今この選挙まだ始まってはないんですけれども、話題の中心にいるのは一応蓮舫さんですね。というのも、そもそも今、選挙が始まっているわけではないので、誰が立候補して、誰がこの東京都をどう変えていこうかっていう政策が出揃っている状態ではありません。本当だったら6月20日告示日の時に、はい、みんな出揃いました。そしてみんな、選挙公約になるものっていうものを出してきて、それを横並びにしたところで、さあ私はこうする、ああする、あの人はあれができていないのにこんなことも言っていいのかみたいなところで議論がされるというのが、一応健全な形になるわけです。そういったお話まではちょっと時間があるので、それ以前のところで話題になってるんですよね。蓮舫さんの場合だと、まずは、一応党からは離れて東京都知事選に、立候補して戦うというような形になるわけですけれども、立憲民主党だけではなく、共産党、そして社民党も応援するよという話をしているので、私はよくよく、立憲共産党と呼んでるんですけども、まさにそれを体現したような形になるだろうと思っています。で、立憲共産党の推薦する人物が、東京都知事になったらっていうことを考えたときに、いやいや、蓮舫さんまずいでしょうっていうところで、今、その反対側のところで、いやいや、これはちょっと蓮舫さんを勝たせちゃいけないでしょうっていう形で、少しずつ、なんていうかな、反蓮舫的な動きというものが結構広がっているようですね。そもそも自民党が独自候補者を出さないという時点で、小池都知事はそうした自民党系の人の、ある意味票を受ける形になるだろうと言われているので、どうしても小池都知事が出るだろうというところから、いわゆる本命視され、それの対抗馬としての蓮舫さんという構図にはなるんだろうなっていう構図が今のところです。その他、出馬立候補予定者としては、秋田方市の石丸さんであるとか、あとは田母神さんも出ますよっていう話をしていますし、NHK 党からはもう大量の立候補者を出して、自分たちの、なんていうかな、目立つっていうか、今の選挙法についての穴を、ついてこようっていう動きなんかもありますよね。小峰さんのコメントで、蓮舫さんは昔グラビアアイドル的な存在だったのが懐かしい。今で言うホラン千秋みたいな。確か同じ青学出身じゃなかったっけ。その中段、いや、出るの格闘しとるならすぐに辞職しろと言いたい。まずは小峰さんの話ですけれども、出身学校から昔グラビアアイドル的な存在となり、そしてキャスター的な、そして芸能人的な活動をした上で政治家になっているわけなので、似たようなパターンですよね。一応小池百合子さんも昔は、WBS とかで出て、一応アナウンサー的な存在でというような形で入りましたからね。やっぱりある程度今の時代と違うのは、
テレビにずっと出ているっていう人は、それだけでも認知度が高まるっていうのはありますよね。まあ、テレビ東京系の番組っていうのは昔だと地方では流されていないところもたくさんあったわけですけれども、東京都知事になろうと思ったら、そうした関東ローカルだけでもずっと出てるっていうのはやっぱり強いですからね。まあ、そして東京都知事選挙に出るんだったら、もう国会議員の残り任期のことなんか考えず、もうやめたらっていう話を、もうこれもまた話題としてありました。例えば6月1日まで議員として、席が残っていれば、その場合においては、ボーナス出ますよという話があるので、で、蓮舫さん自身はこれまで、不祥事があった議員を中心にして、このボーナスギリギリまで席残してから辞職するっていう人に対しては、いや、絶対これは許せんっていう形で猛烈に批判していた人物なので、その分だけ、あなたはもう辞めるっていうことを前提にして活動しているのに、まだ6月1日に辞職せずにボーナスもらうんですかっていう形で、非難されている方なんかも結構いましたね。X では。6月1日にはそうしたみんなでツッコミを入れようっていう呼びかけている人なんかも見当たりました。そもそもどっちかにしろっていうのは、これは正論で、もう自分が都知事選に立候補するんですよ、そちらの方をメインで活用するんですよってなったら、その時点で国会議員を一旦もう辞職して、そちら東京都知事選の方に活動を完全に移していくっていうのが、筋論としては正しいですね。なので、ボーナスがもらいたいんだったら、その時はもうだんまりを決め込んでて、まだ立候補予定ではありませんぐらいのしらっとした感じで過ごして、で、6月、今、第1週なわけですけど、第2週ぐらいに入ったところで、いきなりそこで手を挙げて、私はやっぱり出ようと思いますっていう話をしたら、これだったら、誰もボーナスのことは言わなかったと思うんですよね。誰もってことはないですけど、少なくとも、今みたいな批判を受けるようなことはなかっただろうと。で、レホンさんの場合だと、とにかく、批判するっていうのが政治家の、なんていうかな、自分の使命だと思っている点があるので、それだけに自分が非難されるかもなっていうところについてはちょっと脇が甘いというところありますよね。この後、さあ東京都知事選どうなるかわからないですし、これからいろんな動きもあるとは思いますけれども、YouTube はもう完全に今この話題で動画を作り続けるっていうスタンスの人結構多いようですね。あと、以前紹介した、石丸さんについては、ここ最近では、やっぱり応援しているホリエモンさんとの絡みで、動画をどんどんと上げてるっていう感じですよね。これは、石丸さん自身が上げてるんじゃなくて、ホリエモンさんとの、つながりで動画を作って、そちらの方から上がってるっていう形なんですけれども、やっぱり YouTube 系の、人気を博した人なので、うまくそうした YouTube で活動する人とのつながりを生かしている感じがありますね。ただし、本人曰く、いわゆる政党との関係はあまり作らないという話をしていたので、YouTube では話題にはなっても、一般社会的には認知度が低いので、残念な形であまり台風の目になる気配がちょっと自分自身で潰しちゃったかなっていう感じはしますね。よいしょ。蓮舫さん、この後どうなるかわからんですけど、少なくとも私は1位にはなってほしくないなっていうところですね。さて、お次の話題。このぐらいのちょっと短めの感じで、次の話題にも行きますので、もう自分の意見というかコメントを拾い上げてほしいなっていう人は、チャットを使ってください。さて、次の話題です。靖国神社を冒涜した中国人というのがいるんですけれども、さあ、その後どうなったかについて。まずは、靖国神社に一体何が起こったのか。靖国神社の入り口のようなところに石柱が立っていて、これに夜やってきて、おしっこかけるような仕草、実際にかけているかどうかちょっと暗くてわからんかったのですけれども、そういった仕草をしつつ、そしてその後にトイレっていう形で落書きをしましたっていう男がいます。
警視庁公安部が器物損壊容疑で捜査しているという話だったんですけれども、結局この男、撮影役の男と共に中国にもう戻っているそうです。で、これに関しては、インターネット上ではすぐに動画の情報を元にして、ああ、これは中国人の誰々だっていう形でかなり早いうちから特定班が動いて、名前も上がっていたんですけれども、にもかかわらず、もうすぐに出国していたというニュースも出てきたので、もう警視庁の不手際ではないかということがツッコミに入れられていました。まあ、ただこれについては、もう一つの意見としては、国際問題になることを念頭にしてめんどくさい人物だというところからもう見逃したんじゃないかっていう説なんかもあります。まあこれは警察の中の動きの話なので、まあ本当かどうかはわからないんですけど、まあその可能性も確かにあるなというところですよね。で、中国に戻ったこの男性なんですけれども、早速日本のテレビ局がインタビューを行っています。まあ彼曰く、福島第一原発の処理水排出を止めるため靖国神社に落書きをしたなどと供述しております。まあ本当にそう思っててやったのかどうかはわからないんですけれども、まあ少なくとも中国国内では福島の処理水放出に関してはこれを核汚染水だとする全く科学的根拠のないツッコミをまあ日本に対して行っているところで、まあこの思想をもとにして動いたんだ、自分が悪いんじゃない、これは中国政府の代弁者として活動したんだというようなことを述べています。まあだからこそ自分は中国政府の言っているように悪いのは日本なんだから私のやったことは悪くないっていう形でまあ警察に行くつもりもは全くないし日本に行く気もないという話をしております。よいしょ。それに対する日本政府の対応としては、上川外務大臣が靖国神社の落書き事件で中国政府に懸念表明というところです。記者会見で落書きは受け入れられるものではないとして外交ルートを通じて中国側に懸念を表明したと明らかにしました。さらに中国政府に対して現地の法令を遵守し、遵守し、冷静な行動をとるよう自国の国民に注意喚起することを要請したと述べましたというところで、まあ正直言って特に何もなかったかのようなすごいスルッとした何の印象も残らない反応なので、まあ、これに対する上川大臣の対応にも同じく批判が集まっていましたね。いわゆる日本政府は何かあると遺憾ですっていうような話をするわけですけど、それが何の効果もありませんよっていうのはよく知られていて、よく遺憾法遺憾法なんていうふうに言われたりもします。まあ今回は遺憾ではなく懸念を表明ということなんですけれども、何の意味もないという意味においてはまあ同じようなものですね。とりあえず何かやりましたよっていうポーズとしてはこうした表明を出すっていうのは意味があるんですけれども、でも実質的には何も意味がないのはもう誰の目にも明らかですよね。まあそうしたわけで、中国は容疑者引き渡しをという形で日本政府側から迫るべきだというのが、まあ産経新聞なんかに載っていたわけですね。小峰さんのコメントでカメラに顔がバッチリ映っていたのに捕まえられない結晶というのも情けないというところですね。本当ね、これ、器物損壊だっていう、まあ、証拠映像を自ら上げているようなものなので、これをしっかりと捕まえて日本で罰した上で、それから永久に入国させないぞという形で中国に強制送還するっていうのが、まあ一番ふさわしい反応だったと思うんですけれども、結局のところ、捕まえられずに中国に出国されて、そして中国側でもう私は何も悪いことはしてないんだみたいな自分の犯罪行為を全く棚上げしたような話をしているので、まあ、このあたりはかなり日本側の対応が手ぬるいと。じゃあ日本は一体何をすべきだったかっていうと、例えば記者会見において、まあ、懸念を表明したというわけですけれども、受け入れられるものではないという発言をした後に、この人物に対して再び日本に来た場合においては、当然この器物損壊容疑で逮捕しますよということをはっきりと述べるべきだし、
同じように、このような行為は犯罪行為ですよ、他の方もしちゃいけませんよって、いわゆる、二次被害というか、模倣犯が出ることを予防するコメントなんかも必要だったでしょう。で、プラスアルファ、こういった人物の入国については、事前にある程度、ふるい落としをかける必要があると思っています。例えば、中国から日本の話ではなく、日本からアメリカに行くときは、エスタと呼ばれるような、ある程度事前に、私、アメリカに行きたいんですけどっていう、申請をしたときに、いや、あなたダメですよっていう、跳ねるって言うと変ですけど、OK かどうかを一旦簡易的に審査するっていう仕組みがあるんで、日本においても、日本版エスタ導入みたいなことを、早期に進めて、中国から日本に旅行とか何かやってこようとする人たちに対して、一時的にちゃんと審査をして、もう事前にある程度、ふるい落としをかけた状態を作るっていうのも結構大事だなって私なんかは思いますね。特に日本は今、円安による訪日観光客増加っていうものがあって、日本にこうした悪さをしにやってくるっていうのを目的とするような人も、どうしても混じりがちになってしまいます。今回の中国のこの人物に対しても、どうやらいわゆる犯罪系 YouTuber で何か問題を起こすことによって注意を集めて、それによっていわゆる自分の支持者からお金を吸い上げる、もしくはたった一人でもいいから自分の活動を全面的に支えるような、太い支援者が得られればそれで OK みたいな形で活動している人のようです。で、今回の事件、これによって報道されたっていうのを、自分は英雄的な、行動したんだといったような形で、自己プロデュースみたいなことをしているらしくて、豪勢な食事をして、みんなで、お友達というか支援者の人たちと、祝いの、夕食をしている場面なんかも動画で上げてましたね。だからこのあたりね、もうはっきりとこういったものは厳罰に処しますよっていうことを、はっきりと見せつける必要があるんですよね。コメント欄で、兵庫佳子さん、日本の政府や警察の対応は日本を貶めている。そうなんですよね。もうきっちりとこうしたことに厳しい対応をしないことには、前がこんな甘い対応だったんだから自分もやっても大丈夫だみたいな形で安全だと思っちゃうんですよね。犯罪行為を。こういったものはやっぱり後に続く人が出ないようにするためにもしっかりと厳罰必要っていうところですよね。で、もう一つコメント欄から、なぜ日本人は中国の旅行は控えているのに中国の観光客をなぜ受け入れるのですかっていう。これなんかも本当に日本人が中国に行った場合だと、非常に苦労するっていうのもあるし、危険だっていうことは言われています。日本人の感覚からすると、いろんなところを撮影して回るっていうのは、観光写真、旅行写真ですね。そういうのを撮ることあるんですけれども、なんかいい景色だなと思って撮ったら、その先には実は中国の、軍事施設であるとか、公安関係の施設があったりして、お前はスパイなんじゃないかみたいな形で捕まると。でも日本人にしてみたら、その後しょっぴかれた後、一体なんで自分が捕まったのかもわからないみたいな感じで、でも日本政府も助けてくれないみたいな状態になって、中国にもう何年も何年も、スパイ容疑がそのままスパイをしていたんだっていう形で、刑務所に送り込まれてしまうっていうのもあるんですよね。しかもそうした具体的な行動っていうのがあればまだマシな方で、なんで自分が捕まったかも誰も教えてくれない。だけど中国で捕まって刑務所で、軟禁状態でずっと、出られませんよっていう人なんかも出ているわけです。これの場合は中国国内で何かをやったのっていう話ではなくて、中国国外の活動で中国にとって不利益な発言、行動なんかをしている人たちに対して、いわゆる見せしめ的な形で中国国内法で逮捕したんじゃないかというふうに言われています。で、こうした人たちを救い出すためには、他の国であれば何かしらの交換条件で、連れ帰るっていう手があります。日本の場合じゃないんですけれども、他の国の場合だと、例えば、中国側のスパイが
発見しました。この人を逮捕しましたってなった時に、まあ身柄を確保しているので、まあ返してほしければ、あなたの国で逮捕され、そしてまあ出てこられなくなっている我が国の人物とまあ交換しましょうみたいなことが行われる。まあそういったことがあるわけです。まあ日本の場合だと本格的な諜報機関もないし、またそうしたスパイを捕まえるための本格的な対スパイ法もないので、まあちょっとこの手が使えないというのがまた問題なわけです。まあ日本の場合だと基本的にはまあなんだかんだ言って平和でしょうみたいなのを前提にしてしまっているがために、まあ危機に対応できるそうした手段っていうのがないんですよね。まあこのあたりももう時代も変わったんだから、スパイについては捕まえて必要に応じて活動を抑え込むし、またそうしたスパイを捕まえること、それ自体がまあ外交の一つのカードになるんだっていうのをちょっとね、準備してほしいところです。よいしょ。まあといったわけで今日はこの2つについての話題をしてきました。まあなんだかんだ言ってこんな感じでお話をしているだけでも、まあ30分から始めて、まあ23時になってしまうという、あらびっくり、もう30分みたいな感じで、あっという間ですが、ショート生放送だとこんな感じになります。まあこの後皆さんからのコメントがなければ、この30分放送でここは締めるみたいな感じになります。まあ動画に比べると、まあそれでも2倍の長さですけれども、まあこういうのはどうでしょうかっていうところですよね。で、生放送だからこその、まあ、展開としては、まあ皆さんからのコメントがあって、それに答えるっていうようなのが、まあちょくちょく入るっていうところなので、まあそれ以外は動画の方がいいって思われる方も、まあちょっと多いかなと思うんですね。まあ、このあたりは好き嫌いっていうのが結構分かれるとは思いますが、まあ両方楽しんでくれればっていうのが一番ですよね。小峰さん、スーパーチャットありがとうございます。本丸さん、親中派議員多すぎるから何も言えない。自民党でも 80% が親中派と言われている。まあ確かにそういった問題ありますよね。果たして日本の議員たちどれくらいの人が、まあ、なんていうか、反中なのかっていうところですよね。これは結構わからんっていう、まあ大きな問題です。よいしょ。入国の際にデポジット保証金を入金させて、出国後1週間したら保証金を返すようにすれば犯行がしづらくなる。まあ、総運協さんのそうした意見もわかりますね。まあ、私の場合だとそうした意見っていうのも結構わかるところがあって、今のままじゃダメだっていうのはもう結構皆さんの共感を得ることができると思います。まあ、私の場合だと、例えば入国に際しての、まあ、入国税に当たるようなものを作ってしまうというのもあるし、一方において一応出国側には今お金がかかると言われています。まあそうするっていう、まあもっとお金を取るっていうのもあるし、中国側との関係においては、やっぱりビザを申請させるっていうところで、しっかりと手数料高く取って、まあいわゆるちょっとしたなんていうか出来心犯罪みたいなのを抑制する、ある程度のふるい分けをすることも大事だと思っています。まあ、先ほども述べたように日本に来て犯罪をするんだったらそれに見合わないような厳罰が待ってるよっていうのは中国側に対してはそれなりの抑止効果を生むと思います。なお今回靖国神社の石柱に対して落書きそして放尿したんではないかという人物に関してはまあ何かしらの組織が関わっているのではないか。なんだったら中国当局の後押しもあるんじゃないかというようなことをまあそう主張する人もいるのですが、私はちょっとその点については疑問です。もちろん中国が日本の処理水放出に関して核汚染水だというような批判をしているのもあるんですが、この人物に関しては、まあ中国国内でもなんだこいつみたいな感じで批判している人もいて、その批判というものを中国当局がどうやら削除していないようなのです。もしも中国当局がこの人物に対して支援して今回の行動に出させたというようなことがあるならば、この人物に対する批判もまた中国当局に対する、まあ、一応正体は判明していないんだけれども、そうした批判を受け付けないとは思うので、きっと批判が来たらどんどんと中国国内で検閲の対象になると思います。この石柱に対するいたずらをした人物が
中国国内で中国人による批判も受けているというのを、どうも中国当局は取り締まっていないので、少なくとも当局の指示や、もしくは当局の支援によって今回の行動に出たというのは、ちょっと外れかなと今のところ思っています。森さん、スーパーチャットありがとうございます。あなたは素晴らしいという一言コメント、選択もありがとうございます。ちなみに、2000円も入ってくれるとすごく嬉しいな。この30分ぐらいの、生放送なので、そんなに長々とはする予定はなかったんですけれども。うん。その他っていうところでは、よいしょ。よいしょ。あと、もう一つ軽くお話をするとすれば、国会の方の話なんですけれども、政治資金規正法改正に関しては、ものすごくグダグダの、もう自民党、また自滅的な行動をしているなっていうのは起こってますよね。もう政治資金規正法改正に関しては、一番の問題が自民党ですよっていうところから、国民の誰もが自民党をしっかりせえっていう声を浴びせているところなわけです。これは自民党支持者ですらそう思っていて、それが世論調査において政権支持率の低迷につながっています。ところが、今回の改正に関しては自民党が一番、改正に反対しているような状態なので、そして野党との妥結できる部分というのを探った上での話には一応なっていて、最終的に維新は、ある程度協力しますよっていうところで、話が落ち着いて国会で採択へと向かっているとされるんですけれども、全くのところ、根本的な解決にはつながらないような話になっています。政治資金パーティー券、購入者、どこの金額からを公開するかっていう話になった時に、今のところ5万円のライン、そしてその内訳的な話とかはまだまだ先になるだろうというところもあります。企業、団体からの献金についての話とか、もしくは外国人や外国法人からの政治パーティー券購入に関しての議論も全く深まらないままに、このまま規制法改正に進んでしまうだろうなっていうところですよね。これなんかもね、もう、岸田政権として政権支持率低いままだと選挙にまともに戦えないなっていうのをちゃんと自覚していれば、野党案全部受け入れるような形でもう、とんでもなく前進しましたよっていうのを、示すべきなんですけれども、それが全くできないっていうのは、なんというか政治センスがないというか、本当に自民党の、自ら自分たちを、貶めるというと変ですけれども、本当に自分たちにとっても何も役に立たないし、日本の未来にとっても役に立たないし、誰にとっても良くない後味の悪いような話ですよね。これによって、選挙がだんだん近づいてくるわけですから、自民党一体どうする気なんだろうかなっていうところですよね。合計特殊出生率予想通り低かったですね。確かに低かったですね。これでも持ちこたえている状態だとは思いますけれど、例えばもう他の国だと、もう0.9とか0.8とか0.7とかいう数字が出ている国もあるので、なんとか1以上にはなっているけれども、東京都知事選挙に絡んで言うと、東京はブラックホールだって呼ばれていて、人は多く、地方から上京してくるし、大学で、まず関東圏に住んで、その後就職してっていう形で、まだまだ人も入ってるんですけれども、だからといって住みやすい都市かって言われるとそうでもないし、そして結婚しない人たちもたくさんいるし、そして結婚できないっていう収入状況の人たちもたくさんいるしっていうことで、出生率上がらないんですよね。だから東京都知事選挙の争点としては、この出生率に対する、どれだけ、対策、住みやすい街にするか、そして子育てがしやすい街にするかっていうところに、結構お金をかける必要があると思うので、そのあたりの政策っていうのが、出てくるか出てこないかが結構大事ですよね。そのために何をするかって話になった時に、地方行政の基本っていうのは、まず第一に無駄を削減しましょう。そして、
お金を増やしましょう。そして住みやすい街を作りましょうの、基本的にこれが基本3原則になるので、で、このうち蓮舫さんは、無駄を省きましょうっていうのも、国会でずっとやってきた関係で、そればっかりになるんじゃないかなと言われていますね。だから、どんな政策をやるかっていう、いわゆる創造的な政策っていう方で、そちらが弱ければ、やっぱり蓮舫さんじゃないだろうっていう、そこをどう都民が判断するか。で、小池さんが、政策を出しているわけでもないし、で、蓮舫さんも来週、選挙戦関連の政策発表するだろうと言われています。そこでどんな政策を出してくるかですよね。またただ単に、とにかく無駄を削りますだけじゃ、東京都知事じゃなくてもいいじゃん、的なね。私は結構この批判するだけっていう人に対しては、評価が低くなる傾向にあって、批判しましたよ。で、その後に、こうした方がいいのにっていう、その、最後の解決部分についてアイデアを出してくれないと、物事はうまくいかないんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで、今日はショートの生放送でございました。短い時間ではありましたが、長くすると、なんというかな、もう話が取り留めもなくなってくるので、この辺りで締めようと思います。皆さん、こんな短めの生放送でしたが、どうでございましょうか、評価としては。息岡真子さん、上川さん、賛同ありがとうございます。やっと僕にとってもいかんです。そうなんですね。なんだろう、いかんです。いかんですじゃちょっと足りないですけどね。時間帯、次は11時からにしてほしい。11時からっていうのは何だろう。基本的に遅い方が私としては楽ですけれど、見る人にとってはどうだろうかっていうところですよね。ただ、生放送するときはね、多分ゲリラライブ的になって、自分の中で、このぐらいの時間かなっていうのを特に決めずに、ポンポンとやるっていうパターンですので、例えば今日は日本政治についての話でやりましたけれども、例えば、1日に2回ショートの生放送とかいう可能性も、アイデアとしてはあって、なるほど、他チャンネルのライブと重なるという話ですね。例えば今日は、今22時30分から23時ぐらいの30分枠でちょっと考えてたものなんですけど、例えば7時から7時半にウクライナ情勢についての話をして、その後、21時から21時半ぐらいまでの間に、国内の話題をしてみたいな感じの、そんなパターンなんかもあるんじゃないかなっていう、いろんなパターンを、もうちょっと試してみようかなっていうところですね。あとは、生放送以外にも、全く力を入れてこなかったものとしては、ショート動画とかも作って、新規さんを呼び込むことを考えるとかね。とにかくいろいろやらないといけないなというところでございます。で、皆さんからのコメントもちゃんと見ておりますので、あまり返信してないなっていうところを感じたら、その分生放送だと直接反応が返ってくるっていうのもあるので、こちらの方をご利用ください。はい。というわけで、最後の締め用の一応挨拶動画も作ってあるので、それを最後に流して今日は終わりとしましょう。今日の生放送はここまでとします。非常に長い時間を最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは動画を中心にして活動していますが、生放送も時折行います。事前の告知を見つけて生放送に参加できるという方はぜひとも生放送を視聴し、時にはチャットでコメントを打ち込むなどして楽しんでいってください。また、そのようにリアルタイムで見られないよという方も生放送アーカイブとして残しますので、そちらでのご視聴もぜひともよろしくお願いします。そして生放送で初めてこのチャンネルに触れたという方はこの機会にぜひともチャンネル登録をしていってください。それでは次の機会にまたお目にかかりましょう。またね。それでは皆さんおやすみなさい。またね。